こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっとデスクセットアップ的な話なんですけども、 LG から新たに発売されたこの白を基調としたワイドディスプレイ LG ウルトラファインディスプレイ U9 について紹介していこうと思います。見てください。この背面が真っ白いモニターなんですけど、かなり性能も高くてですね、世界初のサンダーボルト5に対応している40インチ 5K2K の IPS モニターなんですね。このモニター先行でお借りして10日間ぐらい使ってるんですけど、めちゃくちゃいいですね。個人的にはね、初めてのワイドモニターなので、どういう感じなんだろうみたいな、圧迫感とかちょっと気になるかなとかいろいろね考えながら使ってるんですけど、結論としてはすごく使いやすいです。というわけで、この動画ではサンダーボルト5だと何がいいのっていうところとか、あとこのワイドモニター自体ね、どういうところがいいの、ちょっと使ってみて気になるところはみたいなのを紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。こちらが LG ファインディスプレイ U9 ですね。さっきも言ったんですけど、ハイエンドなのにこのね、背面が真っ白っていうところがめちゃくちゃ嬉しいですね。この白を基調としたデスクトップにもすごく合ってくれるし、何よりね、こっち側のカラーの雰囲気とかを邪魔せずにすごいいい感じに馴染んでいるのがめちゃくちゃ嬉しいですね。今回発売されたこの新しいウルトラファインディスプレイは何が違うのかっていうと、まず一つ目としては、これね、他のワイドモニターも近いスペックあるんですが、 5K2K のワイドモニターっていうところですね。21対9 5120×2160 っていうめちゃくちゃワイドな、このね作業環境がこれで手に入れられるっていうのが一つポイントです。結構ね、動画クリエイターだとやっぱり横長にね、タイムライン取れる方が作業しやすいっていうのはもちろんなんですが、例えば画面の半分ずつで PDF 資料を見ながら、プレゼン資料を作るとかね、そういうテキストベースのマルチタスクも2画面ですごく広々表示できるし、この辺はクリエイターだけじゃなくてやっぱデスクワーカーにはすごいメリットなんだなって思いますね。結構ね、いいのが液晶パネルがめちゃくちゃ綺麗です。これね、最大 120Hz のナノ IPS ブラックっていうねディスプレイ方式使っているみたいで、 120Hz なのですごい画面がヌルヌルなんですよね。ディスプレイもね、めちゃくちゃコントラスト高くてはっきりくっきりしてるんですけども、これね、IPS ブラックって言って LG のね技術らしいんですが、一つずつのね IPS の粒子みたいなやつをコーティングをしていくことで光漏れを防ぐみたいな、それによって数ある IPS 液晶の中でも黒がねすごいはっきりくっきりしている気がします。色域色空間に関しても映画業界でよく使われる DCI-P3 っていう規格 99% カバーしていたり、あとは後でちょっと試してみたいんですが、これハードウェアキャリブレーションっていうのにね対応してるんですね。そんなにね興味がある人はいないと思うんですが、知ってる人が聞くと、そういうの対応してるんだっていう風にね思うようなものに対応してたりと、ただワイドっていうねだけじゃなくて、その辺もしっかりねカバーしてくれてるのが嬉しいポイントです。で、特徴2つ目、このモニターの目玉機能的なやつなんですけど、実質的に USB ハブのようにね使うことができるんですね。ちょっと後で詳しく紹介していくんですが、このモニターの背面には本当にたくさんのね USB-C ポートだったり、あとサンダーボルトとか USB-A とかね、そういうポートがたくさん備わっていて、例えば外付けの SSD とか、あとはマウスとかキーボードのレシーバーとかね、そういう周辺機器類をまとめてガシッガシッと後ろに挿しておけば、本当にこの付属のねサンダーボルト5ケーブル1本だけで、PC に全部接続できるっていう、ここのシームレスさがめちゃくちゃ魅力に感じますね。この辺はちょっと後で詳しく説明していきます。簡単なスペックはこんな感じですね。この解像度でリフレッシュレート 120Hz 出るのは個人的には嬉しいです。あとは地味にねスピーカーが内蔵されているので、自作 PC とかねそういうのつないでも音がこれ1個で聞けるっていうのと、 96W の、PC 給電なので MacBook Pro もこれでいけちゃうみたいなね、その辺とかが結構ありがたいなと思います。というところで、もう少しね実際に使いながら本体チェックしていこうと思います。というわけで早速つないでいます。いいですね、ワイドな画面。結構ビジョンプロとかでねワイド画面はよく使ってたんですけど、物理モニターでちゃんと使うの初めてなので結構いいです。いいわいいわ。まずは外観かな。外観の紹介からしていきたいんですけども、よいしょ。
デスクセットアップ的な感じで正面からね見るとこういう感じのイメージです。トバログのアイテムはね結構白が基調としているんで、この足のマウント部分とかも真っ白でねできるっていうのは結構いいかなと思います。しかもただ真っ白なだけじゃなくて、このホワイトの色味がね好きなんですよ。このオフホワイトというか真っ白すぎず若干ねこの温かみもあって、こういうねインテリアと馴染んでくれるような雰囲気だったり、ワイドモニターって部屋に置くとかなり圧迫感あるようなアイテムなんですけど、壁とかのね白と同化してくれることによって、意外とこの圧迫感そこまで感じないです。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、これはね曲面モニターです。自分の方に向かって緩やかにカーブしていることによって全体的にこう自分のね視野を包んでくれるような感覚がありますかね。IPS 液晶なので正面からね見た絵はもちろん、この横にグイーって動いたとしても発色が失われることなくね綺麗に表示されているっていうのが、これはすごいいい感じだわ。この流れでこのモニターを支えるこのスタンド部分についても触れていくんですが、ちゃんとねここにケーブルを通す穴が備わっていて、一応こういう風にねそんなに角度はつけられないけど、割とこうデスクの端っこに向けたとしても動くぐらいの可動域があって、あと画面の角度に関してもこうやって上を向けたり下を向けたり高さもある程度変えることができるので、こういうねクリエイター的な用途でもマッチしてくれます。スタンド部分はねこんな感じでちょっとせり出すんですが、軸の部分はこれ金属で質感は割と高めです。はい、というわけで次ポート類なんですけど、ポート類めちゃ多い。これは強い。これはもうねUSB ハブですよっていうところで、1個ずつ紹介したいんですが、特筆したいのはやっぱここですね。最近増えつつある USB-C ポートたちがここに6基備わっています。一口に USB-C ポートって言ってもそれぞれ役割が違っていまして、まずここが一番重要な MacBook Pro とかノート PC とかと接続をするための、サンダーボルトインですね。これにつなぐとパソコンの外部ディスプレイとしてこのモニターを使うことができて、かつ 96W での充電もできます。でこのポートも比較的重要で、これサンダーボルト5のポートなんですけど、これはどっちかっていうともう一つ高解像度のモニターを接続して、デイジーチェーンって言ってね2画面で接続するようなことをしたりとか、爆速の外部 SSD とか、あとeGPU とかですよね。かなりの転送速度を必要とするデバイスをここに接続するっていうイメージです。でこれまた結構嬉しいんですけど、この3つは外部 SSD とかそういうのをね接続した時に使える USB3.2 Gen 2×1X1 のこのポートを搭載してます。USB-A ないとレシーバーつかないんだけどっていう人も結構いると思うんですが、ディスプレイの下部分を見るとちゃんとね USB-A のポートが2基、あと USB-C が1基備わっていますね。これは結構ね嬉しい。例えばマウスのレシーバーとか SD カードリーダーを挿しておいていつでもね読み込めるようにするとかも結構便利かもしれない。これであとはビデオポートなんですが HDMI2 基と、あとディスプレイポートにも対応しているので、それぞれ自作 PC とか、あとFire Stick TV みたいなああいうのを接続しても良さそうです。はい、で冒頭からねずっとサンダーボルト5っていう話をしているんですけども、サンダーボルト5になって何がいいのかっていうと、データの転送速度がざっくり倍になります。従来の 40Gbps から 80Gbps になるんですね。ざっくり例えると、今まで1車線だった高速道路がこれからは2車線になりますよみたいな、そういう感じのイメージに近いかなと思います。これまでも十分に速い速度でデータを走らせることはできたんですけど、例えばね外付けの SSD を何個も挿して PC に送ったりとか、それをね同時にしつつこっちで例えば 5K、2K みたいな高解像度高リフレッシュレートのデータ通信をね行うとかになると、ちょっとね渋滞のリスクがあったんですね。その辺がサンダーボルト5で2車線の高速道路になったことで、渋滞がねちょっと緩和されるみたいな、そういうイメージに近いかなと思います。でサンダーボルト5特徴として面白いのがバンドウィズブーストっていうのがあって、いつもなら上り2車線下り2車線の高速道路が映像を映し出す時だけに限ってね3車線1車線に増幅させることができるんですね。最大上り 120Gbps で映し出せることによって、例えば 4K モニター 144Hz
3枚出すとか、このね 5K2K のモニターなら2枚をつないで1つのこのケーブルだけで接続するとか、そういうことが可能になっていくっていう感じですかね。もちろんね新しく出た企画なので現状はそこまで困ってないっていうところでも、今後数年したらね、例えば SSD がめちゃくちゃ速くなったりとか、あとディスプレイもねもう1枚追加して2枚で使いたいとか、そういう風になった時にもね、このウルトラワイドモニター U9 だとサンダーボルト5に対応してくれているので、その辺 USB のハブ的にもね使えるっていうところがすごいメリットなんじゃないかなって感じがします。っていうところでもう少しね実際に使いながら本体チェックしていこうと思います。で今はね MacBook Pro の14インチ M4Max のやつを接続して使っています。これだとねサンダーボルト5に対応しているので、そのままこれでねサンダーボルト5で通信ができるっていう感じですね。やっぱこのタイムラインがね幅広くこういろいろ俯瞰して見れるっていうのがめちゃくちゃいいですね。ここ僕目次にしていて、こうやってねいちいちこう押しながらこっちに飛ばしてとかで、余ったファイルとかはこの辺に並べて後で使いたい時に使うみたいなやってるんですけど、横幅が広いことでこれがすごくやりやすいです。これがワイドモニターじゃないとだいたいこのぐらいなんですよね、画面が。これでも全然問題ないんだけど、ここのねアイテムとかを広く表示させながらタイムラインを大きく開くってなると、やっぱこれよりもねこうグイーってあった方が広いっていうのが一つと、あとここまで使わないにしてもこのぐらいにしておいてね、いつも使ってるねファイルフォルダーとかでこの画像ここに欲しかったんだよねみたいなのとかをこうやってドロック&ドロップでこの中に入れてすぐにこう使い出せるとか、そういうねメリットがワイドディスプレイには個人的にはあります。あと結構やるのが Notion こっちでジェミニとかチャット GPT こっちみたいな使い方をよくするんですが、それとかもこの幅広い画面でねこういう風に両方ともこっちとこっちでね置くことができて、すごく作業はしやすいですね、そういう意味では。であと例えば、ワイドなんだけど結構それぞれテキストベースだと細長くてもいいので、こんぐらいずつとかにして、これで例えば自分の動画を見つつこういうのあったなとかこっちでやりながらこっちでね原稿を考えるとか、そういう3画面の使い方をしてもワイドディスプレイだとそんなに苦じゃないかなって思います。 MacBook の画面比率だとね割と狭くなってこっち側が結構細長くて表示がタブレット表示っぽくなりがちなんですけど、そういうところはワイドディスプレイメリットだなって思いますね、これは。ちなみにこのモニター 5K2K なんですけど、当倍表示にするとよいしょめちゃくちゃ細かくなっちゃうんですよね。こんな感じでちっちゃくてたくさんのものが表示できるのはいいんだけど、結構細かくて見づらかったりするので、だいたいこのぐらいで使うことが多いですかね。これかこれかぐらいの感じで使って、基本 120Hz 固定でガンガン使わせてもらっています。はい、ちょっと実験的な感じなんですけど、今ねこの背面のサンダーボルト5ポートと USB-C ポートにねこんな感じで4つの SSD を挿しています。動画データ入ってるやつ、これも動画データ入ってるやつで、もう一つがねデスクドライブっていうサンディスクのやつと、あとこれ今回ね新たに導入してみたんですけど、サンダーボルト5対応のめちゃくちゃ爆速な SSD ケースですね。この中には転送速度7000メガの SSDを入れて使ってみています。今まで使ってなかったからどんぐらい出るか楽しみ。はい、こうして MacBook 上で見ても4台の SSD がそれぞれ読み込めていることが分かります。ちょっとどんぐらい速度出るか試してみたいですね。まずはこれサンダーボルト5接続じゃないと出ない速度の SSD なんですけど、結構実測値に近い速度出てる。これめちゃくちゃ嬉しい。これなんならね MacBook に直差しとほとんど変わらないぐらいのね速度が出ていますね。これモニター経由で使えるの熱くない？はい、実測値出ましたね。いやこの速度出てたらもうゲームとか何を入れても完璧に読み込んでくれる感じです。サンダーボルト5の世界を体験している感じがしますね、これは。ちなみに余談でさっき50ギガくらいのね動画ファイルを転送したら十数秒で終わりました。いや早いわ。試しに今サンディスクの8テラの1000メガ
読み書きできる SSD をこうやって読み込んでみてるんですけど、これもかなりしっかり速度がちゃんと出ています。このぐらいでも全然動画だとね読み書き問題なかったりするから、これサンダーボルト5じゃない USB3.2 Gen 2でもね全然この速度が出てくれます。これが合計で6ポートぐらいあるの強いな。はい、こちらも出揃って十分実用的な速度でちゃんと落ち着いていると思います。いいですね。これまでは MacBook にいろいろとこういうねケーブル接続して使っていたんですけども、それがこのディスプレイも充電も込みで1本で接続できるっていうのはかなり強い。ちなみに余談でこのイーサネットポートは 1GB なんですけども、別売りのねこういう 10GB イーサネット対応のこういうアダプターとかを使って、これをねサンダーボルトのこのポートにガシッと差し込むとこんな感じで結構爆速でもう 10GB イーサネットならではの速度で通信ができる形になります。いや、サンダーボルト5のポートの汎用性がめちゃくちゃ高いですね。これはいろいろつないでそれぞれちゃんと使いたいな。ちなみに有線 LAN で接続する場合はサンダーボルトポートじゃないとなんかね対応してくれなかったですね。サンダーボルトポートの汎用性が高い。ちなみに余談なんですが、この辺にねいろいろと周辺機器こうねモニター経由でつないでるんですが、これをね今 MacBook につながってるのを Windows に切り替えるとすぐにこれも使い始めることができます。このなんか USB ハブ的な使い方結構いいかも。このモニターの若干難点としては背面側にあるのでノールックでねこう SSD とかを着脱するのがちょっと難しいっていうのと、あとは若干こうごちゃつき感は否めないですね。いろいろとこういうのを挿すとちょっとごちゃつく印象になるので、こういうのは背面に固定したり 3D プリンターでここにねくっつける箱みたいなのを作ってもいいのかなと思います。続いて一応モニターの設定的なところも見ていくんですが、この下のね電源部分にこういう風にジョイスティックになっていて項目が選べるようになっています。入力切り替えとか、あとピクチャーモードとかねどういう色味にするかとかはここで選べますね。で一応設定を深く見ていくと、クイック設定、明るさ、自動コード、自動コードある自動コード結構嬉しいです。普段作業してるとテキストベースの作業とかね明るすぎるので、こういうのが眩しいってなった時に、これをオンにしてると部屋の明るさに合わせて明るさ調整してくれる。これいいわ。これ後で使おう。この PBP、PIP っていうのが結構面白くてですね、これ2つの PC の画面をそれぞれね接続を切り替えずにね両方の画面に移すっていうことができるんですよ。今ディスプレイポートを用いて自作 PC と接続したんですけど、これ今1画面なんですけど、よいしょ。はい、これ分かりますか？今こっち側はね MacBook Pro の画面を映していて、こっち側は Windows PC 自作 PC の画面をここにね映してるっていう感じなんですよね。こういう風に73ぐらいで片方めっちゃ細くしたり、あとはメイン画面で仕事をしていると見せかけてこっちで Steam を開いて PC ゲームを遊ぶみたいな、そういうね使い方もできたりします。で普段こういう使い方しないと思うんですけど、可能性感じるとすればこっち側でね動画を作っていて動画書き出し中です。で動画書き出し中めちゃくちゃパワー使うので、これで作業はできませんってなった時に、MacBook の方でね、サムネイルをこうやってガシガシ作ったりとか、中身のね字幕ファイルとかそういうのを設定いろいろ変えたりとか、そういう使い方がねこの2つの PC でできるっていう感じですね。これ僕試してないんですけど、アプリかなんかをねインストールするとこっち側でコピーしたやつをそのまま一つのマウスをこう動かして、こっちのカーソルでちょっとねコピー&ペーストみたいなことができるらしくて、そういう使い方ができるってなると結構この MacBook と Windows 両方使う僕的にはめちゃ嬉しいところですね。でサンダーボルト出力はデイジーチェーンって言って、さっき紹介したサンダーボルト5みたいにいくつかのディスプレイを接続した時に、出力するかどうかみたいな、そういうのを設定する項目っていう感じです。はい、ちょっと試しにね家で今まで使っていたスマートモニターとデイジーチェーン接続をしてこんな感じで使ってみています。いやすごい圧倒的没入感という感じですね。
どうなってるのかっていうと USB-C のこのサンダーボルト5接続でこのサンダーボルトポートから USB-C ケーブルを接続してこっちでね、USB-C 画面出力のポートに挿すと。本当にこれ1本接続するだけで2画面が接続できるっていうのが強いですね。正面から見てもこの下の部分がすごくすっきりしていていい感じです。作業中はねちょっと圧迫感はあるんですけど、もうどうしてもスケジュールで切羽詰まってるとかすごいちゃんと仕事しないといけないみたいな時とかはこの使い方が今家にある構成でできてしまうっていうのはすごくいい感じです。ちなみにこの今使っているこっちのモニターは別にねサンダーボルト対応とかそういうわけではないんですけど、こっちのねウルトラワイドモニターの方で制御してくれてるおかげでこのモニターも使えているっていう感じですね。1個ね注意点としてはこれいつもね 120Hz 出ているリフレッシュレートが 50Hz までの選択になってるってところですかね。というわけで、実際に10日間ぐらいではあるんですけども、今回貸し出しいただいて使ってみた感想を紹介していこうと思います。まずやっぱりこのモニターの特徴なんですけど、ワイドモニターすごい使いやすいです。いや今更かやトワログって思われるかもしれないんですが、いやワイドモニター今まで敬遠してたんですけど、今回ね使ってみるとちょっと虜になっちゃうところはありますね。正直やっぱりね作業領域がすごく広くなるっていうのもあるし、結構マルチタスクみたいなのが実は多くてですね、さっきも言った通り Notion とか ChatGPT みたいな AI ツールとか Figma とか、あとLightroom、DaVinci Resolve とかすごいいろんなツールを短時間でね行き来するっていうのがすごく多いんですね。今まで使ってたモニターでもそこまで不便は感じてなかったんですけど、やっぱ一回このワイドなモニターに来てしまうと後戻りできないというか、すごい快適さを感じますね。でかつねこのディスプレイ自体のコントラストもめちゃパキッとしていて、高解像度で色域もめちゃくちゃ広いので、クリエイティブ的なねこういう色補正みたいな作業をするっていうのもすごく楽でした。でこの辺はさすが IPS ブラックってわざわざつけるだけあるなっていう感じがしますね。これは実際店頭でもちょっと見てみてほしいポイントかなと思います。であとこのモニターもう一つの特徴なんですけど、やっぱここですかね、ハブ的に使えるっていう機能のところで、これがね結構やっぱ利便性高く感じますね。例えば今 MacBook に挿して使ってるんですけど、これ自動的にこの1本で充電しながら、ディスプレイも使えるし、かつWindows とのね入れ替えの時に今までこういうマウスとか、点キーとかを差し替えてレシーバー差し替えたりとかね、そういうのをしながら使ってたんですが、モニターにレシーバーを挿しておくだけで、Windows とか Mac とかパソコンの種類関係なくねこれらがすぐに使えるっていうのがすごく楽ちんなポイントですね。で一応今メインのねこの 8TB の SSD のストレージもこれを介して使っているんですが、結構ねそこの差し替えとかも必要なく、線がブランと垂れることなくこれでいけるっていうのはすごくメリットだなと感じます。でかつこれいいなと思った点で言うと、めちゃ地味なんだけど電源アダプターのこのでかいこの部分がないんですよね。今まで使ってたモニターだと結構ねこのバコンっていう部分が大きくてデスク下に収納する時にちょっとね困るなっていう感じだったんですが、このワイドモニターは本当に USB ドックステーション的にね使うポテンシャルがありながらも、そこがすごいコンパクトにもうただの1本の線でねつながるっていうのがすごく良かったです。今までのあの部分ってどこに入ってんだろうって感じなんですが、おそらくねこの中に内蔵されてるんだと思いますね。はい、ものにはいいところもあれば残念なところもあるというわけで、ちょっと気になるポイントを紹介していこうと思います。まず気になる点1つ目がこの背面のポートたちですね。これに関してはねメリットでもあるんですけど、ちょっとデメリット的なところもあって、やっぱりね背面にたくさんいろいろな SSD とかを挿していくと結構背面がごちゃつくっていう問題が1個あります。今のところはね配線を全部白にしているのでそんな目立ってはいないんですが、これがね黒い SSD とかを挿していくとちょっとねごちゃつき感が気になりますね。でかつこれ Apple シリコンの問題なのかなとも思うんですけど、時々ね MacBook がスリープした時にこのディスプレイと接続が外れると SSD のね、接続もそこで途切れてしまうという問題がありますね。でまたこのスリープを復帰させると接続が復帰するんですけども、動画編集をしていてちょっとフッテージね SSD に入れておいて席離れてスリープになって
ってまた見たらちょっと接続が外れてるとか割と煩わしかったりするので、その辺はちょっとね、アップデートとかで改善されると嬉しいなっていう気はしています。あともう一つね、ちょっと気になった話で言うと、デイジーチェーンとかサンダーボルトアウトをね、このモニターから使おうとすると、120Hz から 50Hz にちょっとねリフレッシュレートが落ちちゃうっていうのは一応ね、伝えておきたいポイントですかね。この辺はねアップデートで改善していくかもしれないんですけど、一応お伝えしておきます。そのぐらいかな。総じてめちゃくちゃやっぱねいいモニターだと思いますね。解像度も高いし、このワイドモニターだし、何より USB-C のポートがたくさんついてる。これはね結構最近のガジェットではやっぱりね重要なところだったりするので、ここはすごく嬉しいポイントです。ちょっとね価格は高めなんですけど、やっぱりこのモニターの見た目の美しさと機能性のバランスがすごくねいいモニターだと思うので、ちょっとねこれはぜひ触ってみてほしいなと思います。はい、というわけで今回はこの動画終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方、チャンネル登録といいねボタン、コメントよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トボログでした。